気温はマイナス 17.8 度まで下がりましたね。かちゃんがロースとバラの盛り合わせ、いただきます。めっちゃ良かったです。これ私となぎと家内が映ってるのを持ってきていただきました。この辺だけ映させてもらっていいですか？ありがとうございます。有名どころだと思うんで来てみたんですけど、車が1台も止まってない。あ、定休日じゃない。街中がカンカンに凍ってるっていうすごい大都会ですけどね。かちゃん、はい、登別に来ましたね、はい、初めてですね、登別、はい、でそこのさぎりの湯、日帰り温泉のところですね、さぎりの湯に来ました、はい、じゃあお風呂入っていきたいと思います、はい、登別温泉めっちゃ楽しみです。楽しみです。ここお湯出てますね。あ、すごい色やな。本当だ。あ、こんな色してんねや。あ、そんなに熱くない。お湯みたいな感じじゃない？あ、結構熱いか。手が冷えてたから分からへんかったんな。すごいね。あ、ほんまやね。あ、ほんまや。うわ、本当だ。なんか結構鉄みたいな味がした。ほんま？あ、ほんまやね。鉄みたいな味するね。はい、じゃあ行きましょう。ここですね。男の人はこっち、女の人はこっちですね。かわいい。じゃあお風呂入ってきます。かちゃん、はい、登別温泉の湯本さぎりの湯ですね、よかったですね。温泉はやっぱり鉄っぽかったですかね、はい、味がちょっと鉄っぽい味がしてちょっとギシギシしたような、そうですね、そんな感じのお湯でした。で、雪がねかなり降ってきて、はい、ここからですね、道の駅恵庭に向かおうと思ってるんですけど、90キロぐらいあるかな。遠いですね。はい、とりあえずねそちらの方に向かいたいと思います。途中でもしかしたら行けなかったら断念するかもしれないですけど、多分大丈夫だと思います。はい、じゃあ出発します。かんちゃん、雪がひどいね。これはすごいぞ。またよいしょ。あら、いけるかな。よいしょ。鍵がね相変わらず効かないんですね。これね直し方分かったんですけど、やっぱりね寒さでね結構固まっちゃってるんですかね。直し方どうやねんっていう話ちょっとね確実じゃないんでお伝えできないんですけどそこ聞きたい。そうやなちょっとこれ持ってくれる？じゃあ、はい、はい。閉めながらですね、閉めて、中からやるのが良かったんですけど、鍵のロックとアンロックをね押して、でそれでねこれを一緒に同時に回す。中がいいんです。中のこうつまみをこういう感じでするのがいいんですけど、こうって合わせていくと、なぜかね途中でタイミングが合うのかはまってカチャってなるんですけど、多分ですけど冷えててロックがうまくいかないっていう風になってるんだと思います。反応はしてるんで動くと思います。この寒さから逃れれば。以上でございますなんかこれでいいんかな。はい、できました。はい、なんかちょっといい加減なんであまり当てにしないでください。緑 OK。綺麗。スキージャンプみたい。こんなとこジャンプしてきたからこんなとこジャンプしてきてやばいよ。すごい。だってさ、ビヨーン。
海道の白老町ですかね、登別から走ってきて、で今ね燃料入れたんですよ。で燃料入れて間違ってトータルの距離を、今回神戸から走ってきてる距離をリセットしちゃいましてでまあ今こんな風にゼロになっちゃったんですね。で今の、数字覚えてたんで、まあここに書いてるんですけども、ここに書いて後で足そうと思うんですけど、1780キロだったんですね。で1780キロなんで、こうゼロからこれじゃないな、この A っていうところですね、これを1780キロプラス後でした数字っていう、もう超いい加減なことになっちゃいました。めっちゃ残念。もうがっくりきました本当にがっくりきたなんでやっちまいました。はい、再スタートです。まあじゃあこれも見といてもらったらいいな。この車が走ったトータルが41,480キロなんですね。でこれから1780キロを引いた数、違うな、今ここから引いて1780キロ引いてどんだけ走ったかっていうのは分かるってことやんな。はい、もうとってもややこしいことになりました。もうめちゃ残念もう最悪です。本当最悪ですはい、出発します母ちゃん、ものすごい雨ですね。雨降ってきました。なんか雪じゃないんですよ、雨、すごい雨なんですよ。はい、変な感じやな。北海道風もちょっと風すごい、後ろからでも追い風やから押されてる感じで、北海道でこんな真冬の1月に雨降るんですね。不思議やな。でもこれがまた冷えて凍ってみたいになったら、これもうカチカチなんで、こんなスケートリンクまあ、じゃああと道の駅エニアまでは57キロぐらいですねまだまだね。まだまあそうですね。でもまあこっち信号とかないんで、あんまり一本道で行く感じなんで、まあ1時間距離と1時間ちょっとですかねぐらいで着くと思います。さっきまで雨でね、ちょっとみぞれみたいなのに、もう雪でカチカチですごい天候の変化ですね、北海道は。事故かな、さっきパトカー走ってったのになんかちょっと当たったかな。およそ300メートル先、平和左方向です。母ちゃん、恵庭まであと5キロぐらいですけどね。でこの道の駅恵庭でですね、北海道の視聴者さんとお会いすることになっているんですね。嬉しい。はい、ずっとね、コメントを寄せていただいて情報もいただいてきた方なんで、一度お会いしてしっかりとご挨拶とお礼をねしたいなと思っています。はい、じゃああと5キロですね。どんな方なのか楽しみですね。楽しみですちょっとドキドキしますね。はい、行ってきます。およそ700メートル先、作業のため車線規制です。はいこの先、事故多発エリアです。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は8時間48分です。運転お疲れ様でした。はーちゃん、今なんかこうやったら普段の撮影でこうしてんだなと思われると思うんですけど、そうなんですよ。これ、はい、白い恋人を買おうかなって思ってた矢先に、いただいて、で、これなんと、まさかこれ私となぎと家内が写ってるのを持ってきていただきました。この辺だけ写させてもらっていいですか？ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。なぎにもこれいただいてね。家内のね、誕生日にこのお花もちょっと見せてください。お花いただきました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。かわいい。よかったね、来て。ありがとうございます。母ちゃん、今ね、北海道の視聴者さんとお話をかなり長くね、お話ししましたね。7
らいから会って、さっきだから10時ぐらいまで話してたからめっちゃ長かったですね本当に長いことをお引き止めしてすみませんでした。楽しい時間だったんで、楽しい時間いただきました。ありがとうございます。家内もお誕生日プレゼントいただいてありがとうございます。ね、白い恋人やね、いろいろいたそうだいて本当にね、すごい白い恋人やったね。手作りのお写真作っていただいて、本当にわざわざ作っていただいて本当にありがとうございました。いい思い出になりました。道の駅えにわでお会いしたんですけども、そのままね道の駅えにわで今夜は休ませてもらおうかなと思ったんですけど、道の駅サーモンパーク新千歳かな、そこに以前も行って印象がめっちゃいいですからで、ちょっとお話ししてテンションも上がっちゃって、このまま寝るって感じでもないなってなって、で今ねサーモンパークの方11キロ2キロぐらいかななんですけど移動してます。で今日はねそちらの方で休ませていただいて、でサーモンパークで朝買い物とかしてね、で帯広でその後その後ね帯広が言われへんな、帯広、その後ね帯広の方に言われへんな、帯の広い、その後ね帯広帯広もう嫌や、帯広が言えなくてさっきから何回もやり直してその後ね帯広の方に向かって進んでいきたいなと思ってます。はい、明日からはねスケジュールが少しゆっくりに、ここまではね今日お会いするのに向けて目標があったんでとっと進んできましたけど、明日からはね特に目標ないんで、もうゆっくり北海道美味しいもの食べてね、さっきもねお会いした視聴者さんの方にねいろんなことを教えていただいたんで、それを参考にね明日からまたゆっくり北海道をね楽しみたいと思ってます。はい、じゃあ、あと10キロぐらいですね。まあ雪道もう夜遅い雪道ですからね、気をつけていきたいと思います。今サーモンパークに向かってますけど、カチカチですね。チカチ、本当に黒くもうめっちゃテカテカ光ってます。つるつる、すごいなこの辺。うわー、そうそう、でかでかでもまだそのグリップちゃんとしてるけどな、なんか上浮いて、この辺はちょっと浮いた感じするけど、急にねハンドルが軽くなる感じですね。ちょっと車が浮いたような感じしますね。完全に凍ってるところとかは。今信号で車が止まってるんですけど、こういうところでねなんかギリギリでブレーキ踏んじゃうと止まらない感じが青森でもあったんですけど、だからもうかなり手前から踏むようにしてます。やっぱり慣れないんでこういう道はもうできるだけゆっくり行く感じですね。でもこれが北海道の人めちゃめちゃ飛ばすな。ですね。ちょっと普通に走っていくもんな、で追い越されるしなっていうところで追い越されるよね。雪煙ボワー、怖いねあれな。大型トラックでも細いところで追い越していきはるからな。すごいですね。怖いよね。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は38分です。運転お疲れ様でした。ただいまの時刻は11時21分です。遅くなっちゃいましたけど、本当にねいい時間を過ごさせていただいて楽しかったね。すっごい雪の中を来ていただいたんで、もう本当大変だったと思いますけどありがとうございました。で家内にねわざわざお誕生日のプレゼントまでいただいて、でナギもねこれジャーキーね、これねすごいもうねめっちゃいいやつなんですよ。自分の分かってんの、ちょっといただこうか。今からねナギもいただきたいと思います。もうちょっと夜遅いですけどね。あとですね、もうこれが驚きですよね。白い恋人って書いてあって、でこれね私たちなんですよ。これが私でナギで家内で、私たちがわーって走ってるのを写真をねここに使っていただいて作っていただいたんですね。これずっと一生置いとけるやんだって。そうですよね。これな。でそういう風な作りになってあるもんね。ちゃんとねずっと使えるような作りになってるんで、これはねずっと大切にしたいなと思います。はい、ありがとうございました。本当にありがとうございました。これ本当に嬉しいです。
しばらくはダンススタジオにダンスの生徒さんたちにほれほれって見せておこうと思います。じゃあ母ちゃん遅くなりましたけどね、いただきましょう。母ちゃんは牛丼で、私は豚丼ですね。もう夜遅いんで並にしときました。本当だったらね、私たち特盛りぐらい全然食べれるんですけど、ちょっとねさすがに遅いんで並にしました。はい、生姜ちょっと多めにくださいって言ったらね、いっぱいくれた。いいですね。別のカメラで撮ってたんですけど、途中でデータがいっぱいになっちゃって止まってましたね。で、ニャンはね、どこまで撮れてるかなこのね、骨付きジャーキー、いただいた骨付きジャーキー、エゾシカファームの、これをいただいて、ナギはもうバリッバリめっちゃ多い。もう、この顔。それちょうだい。ね言もうってるね。めっちゃ欲しい。うわ、何その顔。そのううわち多分クイックイって。なあ、またトントンするな。じゃあ、ご飯食べて、今日はもう寝ましょう。はい。今日ですね、このサブバッテリーですね、温度管理をして、でどれぐらい増えるかってやってみたんですね。温度管理を20度から25度ぐらいの間でしてたんですけど、で朝寒いところを走ってた時は温度管理をしててもあんまりね増える量が少なかったんですね。なんかこうおっちらおっちら 20% なんとか増えたっていう、その時で距離にして結構走ってたんですよ。でその後天候が雨になったんですね。で雨になった途端に、気温が上がったっていうことだと思うんですけど、これがねぐーっと増えてって、入力のね量がオルタネーターからのね入力の量がね大きくなったんですね。でそれでね、こんなさっきね 90% 超えるぐらいまで、ちょっと今使っちゃったんで、90% 超えるぐらいまであったんですよ。だからね、昨日なんかではこういう数字はね考えられないぐらい増えたんで、やっぱりこのサブバッテリーの温度管理も大事だったとは思うんですけど、このオルタネーターからの入ってくる量が普段はねやっぱり700ぐらい入るんですけど、今ね寒いところを走ってると450ぐらいしか入ってないですね。だからやっぱそういうこと、気温が外気温が関係してるのかなって素人ながらに思いました。はい。じゃあおいで。何やただいまの時刻は8時、電池変えるの忘れちゃった。8時ですね。見えてないな。8時です。
で、現在の外気温はマイナス 3.1 度ですね。で、室温は 8.4 度ですね。で、この 8.4 度って前だったらね、寒い寒いって言ってたんですけど、寒くないんですね。なぜか慣れちゃって。なんかすごいもんですね。で、天気はね、今日はかなり雪が朝から降り続いてますね。母ちゃん、じゃあサーモンパークの物産館が開いたんで、見に行ってみましょうか。じゃあ行ってきます。何かいいものがあれば買いたいと思います。サーモンパークでは、サーモン丼買いました。で、メロン送るって言って、今、時期違うっていう、基本的なことを忘れています。それを送れると思って、昨日の夜こっちへ移動してきたんですけどねっていう。メロンパンでした。はい。メロンパンだったらありました。ちょっとアホですね。で、今からですね、帯広の方に向かって走っていこうと思うんですけど、下道で行こうと思ってたんですけど、やっぱり峠越えがあるみたいで、4時間半とか、ナビで4時間半なんで、雪道で私の運転で行くと6時間ちょっとかかりそうなんで、高速道路で行くことにしました。はい。で、高速道路もね、ちょっと凍結とかでスピード出して走るの怖いなと思ってるんで、下道で行きたかったんですけどね。まあ、ちょっとね、峠も雪が深くって行けるかどうか怪しいなと思って、なんか結構厳しい峠って何かでね、読んだんですよね。なので、高速道路で行くことにしました。はい。じゃあここから一応ですね、2時間半ぐらい、153キロなんで、2時間半ぐらいで着けるかなと思います。はい、じゃあ出発します。すると影とかいたらもう凍ってるんで緊張はしますけど走りやすいです。メガネ連れてんねん。合ってるんそれ。母ちゃん、はい、豚丼の一品さんかな、有名どころだと思うんで来てみたんですけど、車が1台も止まってない。貸し切りかな。これ開いてたよね。と思えば入り口は開いてました。開いてたと、開いてると思います。はい。じゃあ楽しみにしている豚丼食べていきたいと思います。はい、気温低いね。低いです、気温は。元気元気。はい、どうぞどうぞ走ってってください。すごいな。駐車場はね、こんな感じでめっちゃ広いんで、キャンピングカーでも全然来れると思います。やってますよね。あ、定休日じゃない。出た。出た、やっちまった。やっちまった。やっちまった。マジか。
やってしまいました。やってしまった。いやいや、そんなんで聞かへん。160キロぐらい走りました。やっちまいましたね。まあでも他あるよ。他ある。うん、他行こう。他この辺あるから。やっちまった。やっちまった。マジか。なんかおかしいよな。こんな人気店で車一台もおれへんで、やっぱおかしいね。やっちまった。めっちゃ走ったのに。そう動いてる、動いてるんですよ。だからやってるって全然安心してたんですけど、いやいや、はい、ガラスはい持ってますね。マジか。でも他あるから他行こう。母ちゃん、2軒目、豚丼のトンタさんに着きました。空いてます。よかった、駐車場もねこんだけありますから十分ですね。はい、じゃあお腹減りました。さっきのところから近いかと思ったら10キロちょっとぐらいありましたね。やっぱり北海道の距離ってすごいですね。ロースバラ盛り合わせとヒレ豚丼を注文しました。もうメガネいらないんじゃないですか。母ちゃんが、ロースとバラの盛り合わせ、で私がヒレ豚肉かな。はい、じゃあいただきましょう。いただきます。これタレね、もし足りなかったらおいだれいけるっていうことでしたね。こんな感じ。美味しそう。ご飯と一緒にいただきます。あっさりしてますね。なんかタレがねもっとポテトしてるかと思ったんですけど、あっさりしてますね。美味しいです。結構な肉厚。肉厚すごいですね。でもあっさりしてるね。じゃあここからですね、温泉に行きたいと思います。で温泉なんですけど、メト温泉っていうところなんですけど、結構ね山の中なんですね。たどり着けるかどうかわからないんですけど、とりあえず行ってみたいと思います。メト温泉、ここからね70キロありますね。やっぱ北海道の距離はすごいね。2、30キロで行けるかなと思ったんですけどね、もう全然ダメでしたね。とりあえず向かいたいと思います。6時までなんで、今2時半ですから、2時間半ぐらいかかる。ギリギリかな、行けるかな、もうギリギリかな、行けるかな。とりあえず行きます。はい。3km 先、斜め右方向です。
ってきた。すげえな。めちゃめちゃ飛ばすよ。めっちゃ飛ばしに行かしていって。帰ってきてピーやって。びっくりする。滑ってると思うねんけどな。関係ないんやな。案内を終了します。ここまでの所要時間は1時間46分です。運転お疲れ様でした。それかな。そこのよこれは？どこでもいいんかな。うん。母ちゃん、はい。名湯温泉に着きました。かなり人って言われる場所にあるっていうのは分かりますね。はい林道みたいな、まあ下がね舗装されてるか砂利道なのか分からなかったんですけど、まあ細い道をずっと山の中に向かって走ってくるのがね4キロぐらいあったかな。で場所はこんな感じのところです。めっちゃ綺麗です。雰囲気めっちゃありますね。ね、もう実際めっちゃ寒いですね。気温は低いのがすごくわかります。じゃあ今から温泉行ってきます。綺麗やな。心温まる。ホッとする。心温まる。心温まる。まあでも言わんとする意味はわかるわ、ほんまに。こんなとこですね。この旅館をねずっとネットで見てたんで、やっと来れたなと思ってこれで入られへんなんてことないよな綺麗やな。めっちゃ綺麗。なんか思ってたのとちょっと違う。すごい綺麗。え？あ、前だ。これシマフクロウやな。かわいい。すっごい大きいなこれ。でもめったに見られへんねやろ。めったに見られへんと思います。はい。6時半までなんで、全然時間ありますね。まだまだ。お風呂はこれ、左ですね。よいしょ。よいしょ。ちょっと遠かったけどよかった来て。ここですね。ちょっとこれですね。日本人を守る会、これがあるとちょっともう来たって感じしますね。そうなんですよ。期待感がいっぱい。めっちゃ嬉しいんですよ、私これ見ると。ちょっといい雰囲気だぞ。かちゃん、はい。名湯温泉どうでした？めっちゃ良かったです。もうね、最高でした。もうめちゃめちゃいい。うん。露天風呂も
広くて広いし、横にね川が流れてて、でもその川が急な川じゃなくて結構なだらかな川で、上見たらねなんかもう木がね生い茂ってるんですけど、上見たらフクロウがねもしかしたらいるんじゃないかって思うような、本当にそんな環境の中で温泉がもう最高でしたね、ここは。人ですね、はい、今回ね人を守る会の温泉は秋田県の奥山旅館と青森県の古東部温泉とでこの北海道の目東温泉に入ったんですけど、この3カ所ともにすごいよな、なんかどれもこれもどれがいいって言えないぐらいどれも良かったんですね。それぞれに個性がちゃんとあって、これはねぜひ行ってみてください。もうまあこの後もね通り過ぎた道の駅まで40キロぐらい戻るんですけど遠いですけどね、でもねその距離を走ってもこれはね価値があったよね。ここは来てよかったですね、これね来ないとね後悔するだろうなと思って、でまあ距離は走らないといけなかったんですけど、もう来てみたんですね。これはね本当に来てよかったと思います。ただこの後ねもう6時もうちょっとで6時かな、でやっぱりもう気温がかなり冷えてるんで、やっぱり路面のね、もう来る時も凍結してたんで、もう帰りはカンカンに凍ってると思うんで、ゆっくり帰りたいと思います。はい、じゃあ凪のところに戻ります。じゃあ母ちゃん、道の駅へ移動して、で休ませていただきましょうかね。はい、温泉ねもうめちゃめちゃ良かったです。ここ本当にいいですね。特に冬場は空いてるっていうことだったので、冬場にぜひちょっとまあ運転はね気をつけていただかないといけないですけども、冬場にぜひ来てみてください。本当にいいですから。はい、じゃあ出発します。これだね。車全然いなくなってんね。よかったね。ここに1台。あ、1台。あ、めっちゃでかく取られてるね。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は54分です。運転お疲れ様でした。あ、そういったね。かなりね冷えてますね今夜も。昨日がねちょっとだけ暖かかったんですよね。マイナス3度ぐらい、マイナス3度とかやったかな。今日はねもうすでにマイナス6度ぐらいで、今夜冷えそうなんですよ。めっちゃ晴れてるんで放射冷却でめっちゃ冷えそうです。寒い。今私たちがいるのは道の駅ピア21士幌ですね。温泉は目東温泉に行ってきました。で帯広から目東温泉までは70キロぐらいあったんですね。でその目東温泉までの行く途中にこの道の駅ピア21士幌っていうのがあって、実は一度通り過ぎてるんですね。でそこからまた40キロぐらい走ってこのピア士幌に戻ってきました。でどうしてここに戻ってきたかというと、
明日、こっちの道の駅からが近いんだと思うんですけど、山手にある、まあ今日もねメト温泉も山の中だったんですけど、もう少し深い山にはどんだけ深いねんっていうそこにある、そこも秘湯だと思うんですけどね、その温泉に行きたいなと思ってて、でそっちこそね本当にキャンピングカーで上がっていけるのかなと思うんですけど、まあ、行けるところまで行ってみようかなと思っています。その後はね帯広の方に戻って、まあ、食事をして、そこから海沿いに出ようかなと思ってます。まあざっくりとした予定なんですけれども、まあ、そんな感じで考えてますね。ただいまの時刻はちょっとね電池がね電池入れ替えたらいいんですけどね、電池ちょっと入れ替えてないんで、ただいまの時間は20時35分、8時35分ですね。ちょっと見えないかな、8時35分です。8時35分、はい。で気温なんですけれども、ただいまの気温はマイナス10度ですね。マイナス10度をちょっと下回ったり、マイナス10度に戻ったりっていう感じを繰り返してます。まあ寒いは寒いですけどって、これさ、でも実際には今までの新記録っちゃ新記録だったんだよね。マイナス 9.8 とかしたらマイナス10度やって言って多分言ってたと思うんですけど、その前の黒松内でマイナス 19.1 度とかになっちゃったんで、もうなんかそっからちょっと感覚おかしくなっちゃってね、マイナス3度ぐらいだったら、あ、今日あったかいなとかそんな風になってしまいましたね。で今からね夜ご飯なんですけど、夜ご飯はサーモンパークで買った、サーモンのいくら丼のちっちゃいミニ版と、でこれがお刺身丼ですかね。でこれは親子丼ですね。でこれはさっき家内が作ってくれた稲庭うどん、もうこれねちょっと楽しみだったんで、やっと見えるかな、はい、温めるだけレンジでね温めてもらいました。じゃあいただきましょう、はい、今日もよう走った。お疲れ様です。長かったですね今日も。なんかね北海道に来ると道がひたすらまっすぐの道が多いですよね。本当帯広から目と温泉が70キロあるとは思わへんかったな。確かに地図上では近かったんですよ。で距離を測ってなくって、まあこれぐらいだったらいけるかななんて軽く考えてて、まあ遠くても20キロぐらいかなとかって思ってたんですよ。70キロ行ってでまたそっから20キロ40キロ戻ってくれて、これはって思ったんですよね。でメト温泉でね、メト温泉の受付の若い男性の方とその方もボーダーコリーをお買いになられてて、でそこから話が盛り上がって、でメト温泉の駐車場で車中泊ができないかっていう話になったんですね。でそういうのっていいですねって相手方さんもね乗ってきてくださったんで、これはいけるかなと思って、で支配人の方に交渉してみますっていう話で話を進めてて、もうあとは支配人の方と話して OK だったら本当はメト温泉の駐車場で今夜車中泊できるかもしれないってなってたんですよね。もうなってるつもりになってました、でもこれはいい絵が撮れるなと思ってたんですけども、支配人の方とね連絡がつかなかったんですね、これが。でもう仕方なく泣く泣く帰ってきました。まあもしかしたらこの後に何かそういうことを企画としてできそうだったらご連絡しますって言っていただいたので、まあ何かね連絡をいただけるかもしれないので、まあ、この北海道中に連絡をいただけたら、もしかしたらメト温泉の方で車中泊ができるような体制を取ってくれるかもですよ。もちろんかもですね。それも繁忙期ではない時になると思うんですけど、もしかしたらメト温泉の方でね車中泊ができるようになるかもしれないですね。かもです。そうなってくれればいいなと思ってお話はしてきましたけれども、まあいろいろねやっぱり実際に動かすとなったら大変だと思うんで、それはわからないんですけども、もしそうなったらぜひね行ってみてください。私たちもまた行きたいなと思ってます。はい、じゃあご飯いただきましょう。はい、もうお腹減りましたね。はい、お腹減りましたって言ってここまで来る間にせんべいバリバリ食べてたんですなんか最近せんべいついてて、お疲れ様でした。もうなんかさっきから立って寝たりとかコーヒー入れながら立ってなんかうとうとしてたりとか、家内はもうずっと「うん」って
もう今日はねもうすぐ寝ます。でただいまの時刻は10時12分です。で外気温は少し下がりましたね。マイナス 14.4 度ですね。まあ寒いっていうかもうかなり寒い気温ですよね。マイナス14度。14.4度ですね。まあ寒いですね。下がりますよね。多分今日は16度ぐらいまで下がるという方になってたんで、それぐらいかなと思います。ただ室温はね 21.9 度22度ぐらいあるんであったかいですよ。あったかいからなんかね外出たらうーってなるんですけど中入ったら温泉かいつまで温泉入っとんでもね北海道の温泉はいいですね。でそこそこの人もあったかいよな。太陽も、なんかギスギスしてないよ。まあ別にどこでもギスギスしてるわけじゃないんですけどね。だから東北もそうだったんですけど、なんかね太陽がねあったかいんですよ。まあ地方に行くとそう思うかな。いつもやっぱり長い臨機応変さがそうあるというか、なんか普通に迎え入れてくれるっていうかね、なんか本当に話も普通に何気なく話してなんか何気なく帰っていくっていう、なんか本当そんな感じなんですよ。なんか特別いらっしゃいませってこう身構えられるわけでもなく、でもう遠ざけられるわけでもなく、なんかこう線を引かれるわけでもなく、ずっとあったかい感じで話をしていただいて、地元でね今だったらやっぱり熊が気になるんで、私たちも熊出ますかとかそういう話をしたりとか、他のねお客さんと話も、近いんで距離がね、他のお客さんと話をしたりとかしてお菓子もらったりとかねなんか本当にでナギもねやっぱ触ってもらったりとかするんで、どこ行っても行ってよかったなって。結構ねやっぱ人って言われるだけあって行きづらいんですね。少し離れてるんですよ。やっぱり旅のルートって組んだ時にうまく回りたいじゃないですか。でもそれがねやっぱりね一箇所だけトーンって離れてたりするんですよねでもどこも行ってよかったね。よかったです。これも本当によかったなと思うわ。今日もだいぶ迷ってんな。そう距離があるから。距離がねちょっと予想以上に距離があって、で連日走ってるんで、連日走ってるっていうか予想以上に連日距離がやっぱりあんねんなあれこんなんあんのって思うようなのが何回もあって、運転するのねちょっと今日は疲れたなと思ってて、で行くのどうしようかなと思ったんですけど、でもうどうせねなんかごちゃごちゃして行ったよかったなと思うぐらいだったらね、それだったらもう行った方がいいなって言ってもう行ってしまえって言ったんですけど、そしたらめっちゃ良かったよな。よかったですね。ほんと綺麗なとこやった。お湯も良かったし広かったし、そうやな。で混浴がねあって、で誰もおられなかったんで混浴に2人で入ってたんですけど、温泉で2人で入れるってどなたかねいたら私たちはもちろん入らないんですけど、今回はね誰もおられなかったんで2人で入っていろいろ旅の話をしたりとか、温泉のそこそこの温泉の良さを話をお互いにね評価してみたりとかもう素人ながらにあそこがどうやここがこうやみたいな、お湯がどうだこうだとか言って、でもいい時間ですよね。本当にいい時間ですね。幸せ時間です、やっぱり長く連れ添ってきていつも顔合わせてるんですけどね、もちろん。でもああいう時間って新鮮で、なんかこう今までの旅を振り返ったり、今までっていうのは本当にこれまでのこのキャンピングカーを買ったりジムニーで旅をしたりとか、そういうことを振り返ってみたりとかして、なんかいろんなとこ行ったねっていうのをねしみじみ2人で話をするんですけど、なかなかねやっぱりこういう車旅じゃないといけないところっていうのがたくさんあって、普通飛行機とかで行ったらレンタカーを借りてタタッと行くとか、ホテルに泊まってるとすると
やっぱり夕方の時間は食事じゃないですか、ホテルとか旅館のね。そしたら絶対そこには帰らないといけないですよね。でも私たちのようなスタイルだとその時間にお風呂に入ったりとか自由に行動ができるんで、寝たいところで、寝たいところって言ってももちろんルールはありますけども、寝たいところで寝て、で食べたい時に食べて、起きたい時に起きて、出発したい時に出発する、行きたいところ、本当に偏僻なところでも行けるっていう、やっぱりこの自由度が本当に魅力的だなっていう話をねしてたんですけど、私たちのね生活スタイルにはすごく合ってる旅だなって思いますね。あっちゃん、はい、今日はもう寝ましょう。ちょっと寝ないとね、昨日も遅かったですからね。今日はもうコーヒーさっと飲んで寝ましょうか。じゃあ今日も一日ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。母ちゃん冷えますね。ですね、今回だいぶ冷えてますね。最低気温が外気温でマイナス 17.8 度ですね。で、車内もマイナス 0.7 度まで下がりましたね。なので、ナギもお布団に入っています。もうチュチュして。バンクの窓も凍ってるんですね、これ。で、ここは開くんですけど、これ開かないんですね。無理に開けちゃうとゴムが割れちゃったら嫌なんで、このまましておきます。こんな感じですね。かっちゃん、おはようございます。おはようございます。朝日が、もうすっごい綺麗でした。綺麗ですね。本当に綺麗。で、ここにね、ドッグランがあるんですけど、鍵もかかってんのか。雪で扉が開かないのかと思ったら鍵もかかってんねんな。そして雨の日はご利用いただけませんなってか、雪の日もダメなんですね。なるほど。残念。そこに広場がありますから。それで景色がね、めっちゃ綺麗ですね。で、やっぱり寒いんで、顔とかがだんだんこわばってきますね。口が開かない。はい、開かなくなってきます。風が少しあるんで、この風でめっちゃ体感は寒く感じてます。顔見えたら恥ずかしいか全然知らん顔してるけど。ご飯とか言うて。ご飯かな。